本日は以前紹介したスタビリティマトリクスでのコンフィ UI の簡単な導入方法と SDXL ターボの導入方法をご紹介したいと思います。スタビリティマトリクスというランチャーを使うとこのようなパッケージをワンクリックで簡単にインストールできますよ。またデフォルトでモデルデータなどのファイルをステーブルディフュージョンという共有フォルダに格納して管理するので各パッケージで使い回せたりします。スタビリティマトリクス自体は日本語にも対応しており、例えばオートマチック1111の SDWebUI のインストールを考えているけどよくわからないという方にも簡単お手軽に好きなステーブルディフュージョンをワンクリックで導入できるのでおすすめです。さらにオートマチック1111をテスト用やアニメーション用などの用途で多数導入管理したい場合などにも強力にサポートしてくれます。ということで興味のある方はスタビリティマトリクスをまずは導入していきましょうね。ではまずは GitHub にあるスタビリティマトリクスのページに行きましょう。画面下部にスクロールしてった先にダウンロードするところがあるのでここをクリックしてください。ダウンロードしたファイル内に EXE ファイルがあるのでスタビリティマトリクスを格納したいストレージで実行します。するとこのような画面が出るのですが詳細をクリックして実行をクリックしますね。ようこそ画面が表示されます。そうしたら本来はここでデータフォルダを決めるのですがポータブルモードにチェックをつけるのをおすすめします。ポータブルモードでは全てのデータと設定はアプリケーションと同じフォルダに保存されるのでスタビリティマトリクスのインストールフォルダごと移動できるようになります。 PC 買い替え時とかストレージ増設時にも素早く対応できますよ。そうしましたら続けるボタンをクリックしましょう。ここでまずは各パッケージの一覧が表示されるのでインストールしたいアプリケーションを選択してインストールボタンを押します。今回はコンフィ UI を選択していきます。そしてインストールをクリック。インストールが終わりましたね。ここのプルダウンでインストール済みのパッケージを選択してラウンチボタンを押すと起動開始です。初回は結構時間がかかりますよ。ではその間に少し機能の説明をしますね。チェックポイントやローラ等のファイルは全てインストールフォルダ内にあるデータフォルダに格納されます。すでにあるお手持ちのファイルを使う場合は対象フォルダに移動させるかシンボリックリンクを作成してくださいね。スタビリティマトリクス内のモデルブラウザという項目からシビット AI へアクセスしてそこから直接モデルデータを検索インストールもできます。スタビリティマトリクス経由でのインストール時にローラとかのサムネやらサイトへの URL などいろいろとデータを付与してくれるので我々はスタビリティマトリクスの導入時に全て入れ直しをしました。新しくパッケージを追加する場合はランチャー左メニューにあるパッケージをクリック下部にあるパッケージを追加をクリックするとオートマチック1111やフーカスなどたくさんのパッケージの一覧が出てくるのでお好きなものをどうぞ。それから同名のパッケージがある場合は名前を少し変えればインストールできます。たくさんインストールする場合はストレージの容量に注意してね。それではコンフィ UI が立ち上がったのでインストールは成功のようです。とりあえずデフォルトで出てくるノードはこのような感じです。
では早速コンフィ UI に SDXL ターボを導入してみましょう。ハギングフェイスへ行って SDXL ターボが配布されているページからファイルをダウンロードしましょう。画面下部にあるこの2つの大容量ファイルですね。お好きな方をどうぞ。ダウンロードができたらそのファイルをコンフィ UI インストールフォルダ内にあるチェックポイントというディレクトリに入れてください。スタビリティマトリクスの場合はデータ内のモデルスフォルダにあるステーブルディフュージョンというフォルダに入れておけばコンフィ UI から参照できます。では次にコンフィ UI イグザンポースへ行って SDXL ターボ用のワークフローをダウンロードしましょう。このワークフローというのは生成手順を簡単に共有できるもので、例えば今回ダウンロードする SDXL ターボ用のワークフローをコンフィ UI の画面にドロップすると SDXL ターボがすぐに使えるようにノードが組まれた状態になります。ではとりあえずダウンロードしたファイルはわかる場所に置いておいてコンフィ UI を再起動しておいてくださいね。できましたらコンフィ UI の画面に先ほどのワークフローをドロップしてみてください。SDXL ターボを使ってプレビューイメージを試せるワークフローが組まれました。じゃあ早速コンフィ UI で爆速生成を試してみましょう。ではここのロードチェックポイントで先ほどインストールした SDXL ターボのファイルが選択されているか確認してください。パスが違っている場合はここをクリックして先ほどのターボファイルを選んでください。次にここがステップ数になります。ステップ数が1になっているので1ステップで画像生成をする設定になっています。では次にサンプラーカスタムの項目のコントロールアフタージェネレートを見てください。この項目がフィクスドになっているとシード値が固定されています。ランダマイズにしておきましょう。これでシード値をランダムで生成できます。最初ここが分かってなくてハマっちゃいました。次にこのメニューにある Q プロンプトをクリックしてみましょう。ここをクリックすると画像が生成されます。最初の生成はちょっと遅いですね。はい、ここに書いてあるプロンプトを参照した生成結果が得られましたね。銀狐ですね。では連続で生成してみましょう。エクストラオプションズにチェックを入れてください。すると下部にオート Q が出現するのでそちらにもチェックを入れます。この状態で Q プロンプトをクリックすれば連続オート生成ができます。1111でいうところのジェネレートフォーエバーみたいなものですね。早速ポチクリしてみましょう。ついでに高評価もポチクリお願いしますね。はい、1ステップ生成なので爆速ですね。目まぐるしい速度で生成されていますよ。しかも1ステップとは思えない画質ですからね。これまあ早ければいいというものでもないんでしょうが、ギモジーってやりたい人は試してみてくださいね。ギモジー。本日はコンフィ UI の簡単な導入方法、デフォルト画面で出てくるノードの簡単な説明、SDXL ターボをサクッと導入してどんなものか試してみました。コンフィ UI 自体なかなか敷居が高い見た目なので敬遠している方も多いような気がしますが、少しずつ一緒に勉強していきましょうね。それでは今日はこの辺で。あと我々メンバーシップもやっているのでよかったらキャロッチ団においでやす。ほいじゃまたね。